ダントツ出るのがカツ丼。カツ丼屋さんみたい。上がる。美味しいんですよね。うどんはここしか来ないんだ。けじめをつけるっていう生き方、強い生命力、それが竹にあるから、そういう生き方をしたいっていうのがあったもんだから。竹屋の加藤と申します。よろしくお願いします。何代目になるんですか。2代目です。5年前に引き継ぎました。企画が取られてるんですけど、お店が新しいんですか。ちょうどコロナ禍の時に改装したので5年前ぐらい、毎日掃除してるのでこの状態キープしてるって感じで、ハサップの考えっていうのがあるんですね。いわゆる奈良とこういったドライキッチンですね。もう水を流さない、完全にドライな状態を保つっていう結果を。8時から皆さん来られてるじゃないですか。はい。でうどん屋さんにしては結構ゆっくりだなと思うんですけど。はい。うどんの仕込み後でするんですけど、それはもう明日のためのうどん。その日の生地をその日に作るってなるとやっぱり朝早く来ないといけないとか。ちっちゃい穴が開いてる。じゃあちょろ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 ってやってください。竹屋でいうとうどんのイメージがやっぱりあるんですけど。そうですね。ただうちの場合はそばのみをですね、全国各地から取り寄せて引き立て打ち立てのそばを出してるので、もう半分ぐらいのお客様はそばを頼んでいただいてるって感じです。おはよう、よろしくです。今日はよろしくお願いします。はい。私はそういうことだ。はい。よく言われる。71年、なんとかまだ頑張れそう。そういう意味で
我々も助かってるし、学生さんも。袋に書いてあったんですけど、袋、面空会っていう会があるんですよ。宮崎、佐賀、福岡、熊本。全国のうどんそば屋さんを食べて回ったんですよ。面空会っていう、その、粉も。粉を。何に入れられてるんですか。何に入れられてるんですか。お塩だね。ごぼうだよ、ごぼう。噛み合わないだろうなと思って見てます。そうね。ありがとうございます。どうぞ。この方法論って難しいわけね。自分にはもういかないということが分かってる。これで氷水を。パラッと上がるから。パターンだけなんですけど、向こうで実際検討に立って。冷やしてから。一緒に住んでるんですか。もちろん一緒ですよ。シェアメイトです。喧嘩したことないです。喧嘩にならない。お互いに関心をし合わない。水曜日は必ず外食を一緒にします。あと今日は息子は今からね、お昼からフィリピンに行くんよ、営業に。マニラの方の三越で九州フェアっていうのがやられてるんですね。試食販売をさせていただこうかなというふうに思ってます。普通のうどんと九州やめの抹茶うどんとこの5割そばが福岡県産小麦と福岡の抹茶を練り込んだオール福岡っていうやつを、うどんってこんなものだよってことを紹介しに行くみたいな感じです。ここがその体験そうそう用のお部屋。マックス12人。これが英語バージョンの。海外多いですね。こねて
足で踏んで団子作ってそれを持って帰る。伸ばして切るやつはもう昨日用意してます。包丁で切って店で湯がいてそれを食べて帰ってもらうっていう工程です。みんな喜ぶわけです。自分で作った時愛情があるけんね。もともとずっとうどん職人を鳥栖の峰屋さんといううどん屋さんに修行に行かしてもらった。若気の至りで26歳で自分で始めたの。それからもうずーっと平成8年まで落ちることはなかったです。8年で大牟田店を出店したわけ。大牟田店出店したらこの店がガタンと落ちて、これはもう潰れる場合ってそんな感じだったけど、いろんな商品を見直してだんだんそのお客さんに伝わってね、それがね。店するのは誰でもできるけど、維持しているっていうのはもう至難の業よね。10年間の給料ずっと上がり続ける、機械なんかも上がり続ける、その中で採算のしていかんやんけどね。だけん海外までね、営業に行かねえと。味が回るように、全体的に回るように。そうですね。甘いのよ。この時点で言い悪いは大体わかんない。手触りでもうなんか人と人ったり硬かったりやばすぎたりって変わってくるけどね。これ何を見ながら今そのレバーはあ、それで調整して今ずっ大体何ミリぐらいにするんですか？と握りで考えたことない。手触りでしかないの。全て感覚だから従業員大変なのよ。俺からやっかまし言われて、とにかく俺たちもそうやったけんさ、全部それ。ちょっと話けども、材料費は上がるわね、電気ガス人件費値上げしたら逃げていくっていうこともあるけんね、悩むよやっぱ。はい。頑張るです、頑張る。わかる？へこんでます。足で踏んだりこねたりしたらこれが出汁が乗るってやつ。
原因が別に。おすすめのメニューをいつも伺ってるんですけど、なるほどちょっと教えていただけたら。あとやっぱり冬季限定の鍋焼きうどんだったりとか、こういった鴨そばとか、この地域で食べていただいているのがこのごぼう天うどんだったりとか、肉ごぼう天うどん、この辺がなんか看板メニューかなと思います。ご飯物でおすすめありますか？ダントツ出るのがカツ丼、うどんと一緒にこうやって味おにぎりっていうのも結構出ます。こういう組み合わせ食べてくださいっていうのがあれば。僕がお客さんだったら今日鴨そばと味おにぎり、うどん屋ですけどそばを押します。もう2名様あそこに見えたから。鍋いっぱいです。鍋ね。いやもうちょいです。お願いします。鍋焼きうどんです。じゃあお取りしますね。カツ丼2杯で1杯単品1杯そば。はい、カツ丼2杯です。シャープありがとう。はい、鍋です。はい、お願いします。カツ。はい。そうそう、カツの屋さんみたい。いや、食堂や。食堂や、そばにない。食堂。そばいいよ。オッケー。
上がる。そばから行こうか。セル上がる。セット。はい、ひろちゃんできたよ。どうぞ。おさたきいただきます。いや、うどんも出てそのうち。はい。セル上がる。はい。お願いします。鍋いっぱいです。はい、鍋です。はい。いつもの味です。美味しいですよ。冬はやっぱりこれが一番ですね。親父さんとはゴルフ仲間で40年ぐらい前に駅の近くでその時から行ってますよ。L のうどんいろりに3番さんです。はい、お願いします。お願いします。美味しいです。もう最高。久留米に来たらここに来ます。お父さんはね、今日退院したの。退院前にうどん。このうどんが欲しいっていうかね。このうどんが大好きで、うどんはここしか来ないです。で、私も。食べ終わりましたお兄さん。ありがとうございました。はい、します。鴨そば2杯です。カゴに。はい、カツオ OK。美味しい。鴨なんそばです。美味しそうだったからですね。ここ美味しいんですよね。
昔から知ってる。久留米の方なんですか？いや、僕福岡です。出汁がいいとか麺がいい。もうすべてですよ。はい。いただきます。お願いします。サクサクで美味しいですよ。めっちゃうまいですね。玉ねぎがすごく甘くてしっかり染みてるのでちゃんと味が濃ゆくて美味しいです。この店はどうですか？リピーターありそうですか？リピートありです。また来ます。たまによだれにするけん。こっかも。ほんますか？いらっしゃいませ。全部で2。はい、お願いします。鍋いっぱいでーなんで加藤はホール担当なんですか？す。力入れてますね、客にはうち。僕はそこにこだわりを持ってやってます。常連さんが多くて、多いです多いです。来られた瞬間にあの方そばの人とか、そう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 。把握されてるんですそうそうそう。もちろんそうです。もう見た瞬間にいつものでみたいな。週5来られる方とかね。似合うけどでかい。いつも来てるから社長の友達なの。このお店のメニューで一番推しは？いつもは肉うどんと天ぷら盛り合わせ。天ぷらがうまいよ。ずーっと食べに行くだけはね。なるほどですね。30年か40年かちょっと忘れたわって。
失礼します。こちら鴨そばと味おにぎりですね。今からちょっと1時間休憩して定時体験が入るから忙しかったな。今日上がります。今からフィリピン行ってきます。今後、竹屋ってどうしていきたいかなるほどお伺いしたいです。常連の方も含めて毎日たくさんの方に食べに来ていただいているので、このお客様たちにこれからも引き続き来ていただけるように美味しいうどんとかおそばをですね提供できるお店を続けていけたらなというふうに思ってます。この筑後うどんというものを海外の方に発信していく活動も一緒にやっていきたいなと思っています。最後にお客さんに一言お願いします。お客さんに一言、毎日たくさんのお客様に来ていただいて本当にありがとうございます。皆様に満足していただけるような商品サービスこれからも提供できればなというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもまた。名前が竹屋なんですか。地下茎があるわけよ。竹は潰れました。地下茎からもう一回這い上がるっていうその思い。そうするともう一個は節目節目けじめをつけるっていう生き方、それが竹にはあるわけですよね。強い生命力、それが竹にあるから、そういう思いで竹屋という名前をつけました。そういう生き方をしたいっていうのがあったもんだから。